暗黒セイントとの死闘を終え、ゴールドクロスを取り戻した聖夜たちだったが、聖域は銀河戦争をセイントの掟に背く死闘と断じ、ブロンズセイント抹殺のため、10人のシルバーセイントを送り込む。彼らはブロンズセイントをはるかにしのぐ実力者であり、次々と仲間たちの前に立ちはだかった。最初に姿を現したのはトカゲ座のミスティ。誇り高き彼は聖夜を嘲笑うが、渾身のローリングクラッシュを受け敗れ去る。続いて現れたのはケンタウルスのバベル。炎の技を操り氷河を追い詰めるが、冷徹な戦いぶりで氷河が勝利を収めた。3番目に襲来したのは巨体のクジラ星座モーゼスと相手の心を読む猟犬座アステリオン。聖夜はモーゼスを流星剣で打ち破るも、アステリオンの独身術に苦戦し倒れてしまう。絶体絶命のその時、囚われていたマリンが戒めを破り、己の命を懸けてアステリオンを打ち果たした。やがてコロッセオに集ったブロンズセイントたちの前にキド・サオリが姿を現す。彼女は自らが女神アテナの化身であることを告げるが、戸惑う聖夜たちは受け入れられず、その場を後にしてしまう。そこへカラス座のジャミアンが襲来し、サオリをカラスたちと共に連れ去った。追いすがった聖夜は力尽きるが、フェニックスの一騎が現れ、圧倒的な力でジャミアンを葬り去った。さらにジョシャ座のカペラ、地獄の番犬座のダンテ、そしてペルセウス座のアルゴルがサオリを狙って現れる。一騎はまずカペラを撃破するが、そこへ春、氷河、そしてシリュウが駆けつけ、群れるのを嫌った一騎は去っていった。ダンテは春が鎖を駆使して討ち取り、残るアルゴルのメドゥサの盾により春と氷河は石化させられてしまう。シリュウは己の両目を潰し、視覚を犠牲にすることで石化の魔眼を破り、死闘の末にアルゴルを撃破した。シルバーセイントとの激戦を経て、彼らの前にさらなる脅威が姿を現す。獅子座のゴールドセイントアイオリアである。その圧倒的な力の前に聖夜は倒れるが、射手座のゴールドクロスが彼を守り、さらにサオリがアテナとしての力を示し、アイオリアを止めることに成功する。こうしてサオリは、聖域の教皇こそが真の元凶であることを悟り、決意を固める。聖域へ赴き、教皇と対峙する。その言葉に、聖夜たちブロンズセイントは、女神を守る覚悟を新たにし、ついに12級編の幕が開けるのだった。聖夜がチャンネル登録、高評価お願いします。